夫の初恋が SNS に動画を投稿した。二人はトランプを唇で受け渡すゲームをしていた。カードが落ちた瞬間、唇が触れ合いそのまま1分間、熱烈にキスを続ける姿が映っていた。キャプションは相変わらずのドジなブタさん。PS スティーブの腕前は昔のままね。私は静かにいいねを押し、コメントしたおめでとう。次の瞬間、夫から怒鳴りつける電話が来た。女のくせに大げさなのはあんただけだ。ラニーとゲームしてただけなのに、また発狂するのか？その時、7年の愛が無意味だったと悟った。私が去る時が来たのだ。第一章。流産の痛みがまだ残る腹部を撫でながら、思った。ごめんね、子供よ。時期が悪かったんだ。肉体と心の痛みを飲み込み、メラニー・ジェイ・コブソンの動画を再生した。彼女の好調した方、輝く瞳、溢れんばかりの愛情が画面を埋め尽くす。コメントがすでに殺到していた。現場にいた。スティーブンとメラニー、本当にディープキスしてたよ。すごい。スティーブン、腕前がいいね。メラニーも恍惚としてるし。あの表情見た？やっぱりうちの妻より他の女の方が甘い匂いがするんだな。動画は永遠と思える時間の後、二人がようやく離れるところで終わった。からかいのコメントがさらに積もり、メラニーは選んで返信している。メラニーやめてよ、噂を広めないで。スティーブと私はただの親友だよ。メラニーそんなこと言ってると、コロスケが怒っちゃうかもね、ショー。彼女が言うコロ女？それは私、アーニャ・ラウスだ。子供の頃、病気でステロイドを服用しなければならず、体重が120ポンドまで増えた。今は90ポンドでメラニーより細いのに、彼女は特にスティーブン・コバムの前でこのあだ名を使い続ける。胸が締め付けられるようだった。だからスティーブンは今日、数百万ドルの契約を投げ打って、元旧友の結婚式の買い添え人をしたのか。男気だと思っていたが、実は初恋のメラニーが買い添え人だったのだ。私はなんて愚かだったのだ。この関係を終わらせる時が来たと悟った。夜遅く、スティーブンは酒臭く、よろめいて帰宅した。真っ白なシャツには鮮やかな口紅がついている。何度か私の名前を呼んだが、私はベッドで微動だにしなかった。酔って私の胸に頭を埋め甘えた。ごめん、ラニーとゲームしてただけなんだ。買い添え人同士で仕方なかったんだよ。本当に？仕方なく？あのキスの中の喜びと誇りの表情は紛れもないものだった。返事がないと頭をこすりつけてこびた。許してくれる？昔ならこの子犬のような態度に怒りはすぐに消えた。今は彼とメラニーのキスの映像が吐き気を催させる。彼を押しのけ、ベッドの端に移動した。拒絶を感じ取り、スティーブンの態度は怒りに変わった。アーニャ、もう謝っただろう。他に何が欲しいんだ？と彼は怒鳴った。みんな結婚式でふざけてただけだ。お前だけが大真面目なんだ。俺は一日中走り回ってたんだ。いつまでもヒステリーを起こすな。声はさらに鋭くなった。なぜラニーから学べないんだ？彼女はどれだけ理解があるか。お前はどうしたんだ？それに俺たちは結婚してるだろ。他に何を求めている？第2章。そう、スティーブンと私は7年付き合い、結婚して5年だ。学生時代、私の彼へのアプローチは学内の話題になった。結婚後、実家の使われていない別荘に引っ越した。貯金を彼の起業資金に提供し、父は可能な限りのコネを活用して成功に導いた。5年でスティーブンは引く手あまたのコバム氏となった。結婚式で彼はみんなの前で誓った。アーニャ、永遠に愛し、慈しむことを誓います。
私はそれを信じ、静かに表舞台から退き、会社の全権を彼に委ねた。しかし、新たな富は高校時代の憧れ、メラニーを連れてきた。彼は彼女を個人アシスタントに雇った。昔なら、ヒステリーを起こし、叫び、泣いただろう。その度にスティーブンは私を見下し、理不尽で不安がりだと叱責した。彼が知らないのは、今日メラニーとキスしている間、私は取引先と酒を飲みながら出血し、病院に運ばれて初めて妊娠と流産を知ったことだ。何度も電話したが、すべて拒否された。後で気づいたが、彼はメラニーに忙しく、私に気づく暇さえなかった。突然、すべてがどうでもよくなったように感じた。スティーブンの独善的な態度を見て、苦笑いとともにため息をついた。外の雷鳴が轟き、私の気持ちを反映しているようだった。スティーブン、離婚しましょうと最後に言った。家と車は私のもの。婚前財産です。会社は折半で。彼は信じられない様子で目を見開いた。アーニャ、正気か？キスしただけだ。それで離婚するのか？君がそんな小心で強量な女だとは知らなかった。返答する前に彼の電話が鳴った。相手の声は軽く甘い。スティーブ、雷で怖いの。一人で寂しい。来てくれない？とメラニーが頼んだ。スティーブンは優しく慰めた。心配するな、ラニー。すぐに向かうよ。その声は私に話す時よりずっと柔らかかった。電話を切り、冷たく無表情で私に向き直った。アーニャ、君は動揺しているだけだ。冷静になる時間をやろう。かつて深く愛した男が別人に変わるのを見た。私は彼の袖をつかみ、必死に懇願した。スティーブン、行かないで。私と一緒にいて。お願い。彼の表情はさらに暗くなった。いつまで理不尽でいられる？ラニーは雷が怖いんだ。一人にできるか？何も言わず、ドアから出て行った。雷が家を揺らす中、私は隅に丸くなった。私も雷が怖かった。子供の頃、両親は仕事で忙しく、雷の日はぬいぐるみにしがみついて震えていた。スティーブンはかつて、雷の日はいつも私を抱きしめると約束した。アーニャ、これからはすべての雷雨を一緒に過ごす。しかし今夜、彼は別人を選んだ。メラニーが家で一人で怖がるのを心配しているだが私も一人だった。30分後、メラニーが写真を投稿した絡み合う二組の手。片方の手首には緑のロレックス、パリッとした白シャツの袖口間違いなくスティーブンだ。しかし結婚指輪は消え、かすかな跡だけが残っている。キャプションは私のベタベタ子犬が雷雨を犯してきてくれた。第3章。私の心の糸が突然切れた。その瞬間、すべてが明らかになった。7年の愛は、メラニーのたった一つの甘い言葉に勝てなかった。魂が体から抜け出したように感じた。疲れ果て、ベッドに倒れ込み、深い眠りに落ちた。翌朝目覚めると、案の定、スティーブンはまだ帰宅していなかった。お腹が空いたので、ずっと行きたいと思っていたレストランを検索した。心が満たされなくても、せめて胃袋は満たせる。レストランに着き、中に入ると固まった。そこにはスティーブンとメラニーが恋に落ちた10代のカップルのように寄り添っていた。スティーブンが最初に気づき、苛立んで表情を曇らせた。アーニャ、今私をストーカーしてるのか？声は鋭く、刺すようだった。どれだけ惨めになれるんだ？私は言葉にできないほどの疲れでため息をついた。この光景を目撃しなければならないのは残酷な冗談のようだった。いいえ、ただ食事に来ただけですと答えた。
このレストランは何度もスティーブンに連れて行ってほしいと願った有名なロマンチックスポットだった。毎回、彼はあんな食事は好きじゃない。行きたいなら一人で行けと却下した。今、彼はメラニーの向かいに座り、豪華なカップルセットをご馳走している。食器のペアからハート型のステーキまで、細部までロマンスを叫んでいる。メラニーはクスクス笑い、身を乗り出した。スティーブ、ここ素敵。気に入った。スティーブンは輝くような笑顔で答えた。気に入ったなら、また連れてくるよ。その言葉はナイフのように私の心を刺した。店員が笑顔で近づいてきた。お二人様、当店で食事されたカップルは、写真撮影で観覧車無料券が当たります。メラニーの目が輝いた。スティーブ、やろうよ。観覧車の頂上で抱き合うのってロマンチックだね。スティーブンは愛情込めて彼女の頭をポンと叩いた。いいよ、何でも望みを叶える、ラニー。二人は観覧車を背景に写真を撮った。スティーブンはそれを店内の最も目立つ壁に飾った。メラニーは私が座っているのに気づき、得意げな笑みを浮かべて近づいた。彼女は、違う、アーニャさん。誤解しないでね。スティーブは私の小さな夢を叶えてるだけ。二人の間には何もないの。部屋の向こうからスティーブンは軽蔑の眼差しを私に向けた。先ほどの温かさは一瞬で消えた。彼はメラニーを独占的に腕で囲んだ。ラニー、彼女に説明する時間の無駄だ。アーニャのようなやつはロマンチックなことを楽しめないんだ。付け加えた。行こう。観覧車の頂上で願い事すると叶うらしい。メラニーは興奮して輝いた。本当？じゃあスティーブのような夫を願おう。彼は甘やかすように笑った。バカだな、俺はここにいるだろ。二人が腕を組んで去っていくのを見て、ようやく理解した手放す時が来たのだ。目の前の食事には手をつけず、レストランから逃げ出した。家に帰り、スーツケースに荷物を詰めた。壁にかかった結婚写真に目が止まった。写真の中、スティーブンと私はキスをし、幸せに満ちていた。今では私を嘲笑っているようだった。ためらうことなく、壁から引き剥がし、ゴミ箱に放り投げた。スティーブンとの7年間は、喜びの瞬間ももたらした。彼がキスで私を起こした朝、生理中に入れてくれた鎮静茶、苦難の時に慰めてくれた方法を覚えている。彼がいつもあの男のままであると思った。しかしメラニーが彼の人生に戻って以来、すべてが変わった。今、私はこの家でもう1秒も過ごしたくない。資産は結局私のものだ。離婚後に処理する。去る前に離婚届をダイニングテーブルに置いた。自己犠牲で得た愛は決して平等ではない。今回はスティーブン、本当にお別れだ。